この背面のね、金属部分の高級感、美しさ、これがね、本当に座り心地良すぎて、操作方法、なんとアームレストの下のスイッチで行います。どうも、さやさんです。2025年も残りわずかということで、自分へのご褒美にこちら岡村コンテッサセコンダを購入いたしました。せっかく買ったので、今回は機能性とか座り心地のレビューと購入の経緯なんかもね、話していきたいと思います。動画の概要欄にこのコンテッサセコンダとデスク周りの愛用品をまとめたリストを載せてありますので、興味のある方はね、ぜひそちらチェックしてみてください。それでは早速やっていきましょう。はい、じゃあまずはですね、コンテッサセコンダ購入の経緯についてお話ししたいんですけども、実は僕以前コンテッサセコンダ使っていた時期があったんですよ。で、その時はね、座面メッシュタイプのね、コンテッサセコンダ使ってました。メッシュタイプは通気性が非常に優れてたり、長期間使っても座面がへたって座り心地が著しく変わっちゃうなんていう心配もないしね、そういったメリットっていうのは非常に大きいんですが、正直いろんなオフィスチェアをレビューしていく中で、そこまでね、金額に見合うような座り心地っていうのは僕は感じられなかったんですよ。メッシュのオフィスチェアってどれも座り心地いいなぐらいにしか思ってなかったんですけど、先日いろいろなオフィス家具を展示しているイベントに遊びに行きまして、その時に本当にたくさんのメーカーの椅子座ってみたんですよ。そしたらね、この岡村のね、クッションタイプの椅子の座り心地が本当に良くて、もう他とは全然違うなと感じたんですよ。もう次は絶対これだと思ったんですね。でもやっぱりかなり高価なモデルだし、しかも一回手放したね、椅子なので、もう一回買うのもなと思ってたんですけど、でもよくよく考えたら、僕ね、本当に一日椅子に座ってる時間長いんですよ。人生の3分の1は寝る時間だから、寝具にはお金をかけた方がいいなんていう話があるじゃないですか。でも僕はですね、1日12時間から14時間ぐらいね、椅子に座ってるんですよ。寝る時間よりもね、圧倒的に長いので、だったら椅子にもお金かけた方がいいだろうと思いまして、今回ね、思い切って購入いたしました。はい、次に僕が今回購入したモデルについてなんですが、これはね、エクストラハイバック、メッシュタイプのヘッドレストがついていて、さらにランバーサポートも搭載されているモデルとなってます。このヘッドレストは角度と位置の調整っていうのはできないんですけども、でもね、この位置が絶妙で、普通に座ってても全然邪魔にならないんですよ。ちょっとリラックスしたくて寄りかかった時に程よくね、頭を支えてくれるような感じですね。これがまさに絶妙。そしてこの高さ調整可能なランバーサポートを搭載しているおかげで、椅子に深く腰掛けた時に一人一人の腰の高さに合わせてしっかりと支えてくれると。僕ね、合わない椅子に座った時って結構腰痛くなっちゃったりするんですよ。でもこれはね、高さ調整できるので、そういった心配はないですね。で、座面については先ほども言った通り、クッションタイプ選択しております。これがね、本当に座り心地良すぎて、僕ね、イベントの帰りになんでこんなに座り心地いいのか調べたんですよ。そしたらね、この中のクッション、イコード素材というのを採用しているそうです。場所によって硬さが違うんですよ。前の方はね、少し柔らかくなっていて、後ろがね、ちょっと硬めになってると。前側が柔らかくなってることによって、長時間座っててもね、この太ももの裏が圧迫されて、痛くなったりとか、そういったことを防ぐ効果があるそうですね。それとこの岡村の椅子のクッションがですね、もっちりしてるんですよ。他のメーカーよりもかなり肉厚でね、しっかりしてるなと思いました。もちろんメッシュタイプはメッシュタイプでね、メリットがあるので、一概にこっちの方がいいっていうのは言えないんですけど、僕はですね、こっちの方がね、いいなと感じております。それとデザインですね。どうでしょう、このコンテッサセコンダ。ぐるっとね、見ていただきたいんですけども、この背面のね、金属部分の高級感、美しさ、これがね、もう本当に所有欲を満たしてくれるんですよ。僕は今回本体カラーブラック選んだんですけども、この黒とね、すごいマッチしてますよね。このデザインはイタリアのイタルデザインっていうところが手掛けてるそうです。はい、実際に座っているところを見ていただきたいんですけども、こんな感じですね。どうでしょうか。いや、マジでね、これめちゃくちゃ座り心地いいんですよ。もう本当にね、座面のもっちり感がね、たまらなく好きですね。で、さらにこのコンテッサセコンダは座面の高さ調整とかリクライニングの操作方法結構変わってるんですよね。だいたいね、高さとかリクライニングの操作って座面の横とか下についてるものが多いんですよ。でもこのね、コンテッサセコンダ、なんとアームレストの下のスイッチで行います。高さ調整は右側ですね。アームレストの下のスイッチを握ると、
はい、こんな感じで下がります。で、握りながらお尻を浮かせると、こんな感じでね、座面が持ち上がりますね。次にリクライニング。今ね、ロックしてないので、こんな感じで後ろに寄りかかるとね、こうぐーっと倒れてくれるんですけど、リクライニングオフにしたいって思ったら、アームレスト左側のスイッチ、これでね、もうロックかかるんですよ。はい。どうですか？これめちゃくちゃ良くないですか？すごく直感的。椅子の下にね、こうやって手を伸ばして、あれ？どこだっけ？どこのスイッチで調整するんだっけ？とかやんなくていいんですよ。もうね、はい。これだけでリクライニングオンになるし、もうこれでね、ロックかかるとむちゃくちゃ使いやすい。で、リクライニングの硬さについてもね、これ調整可能になってまして、今ね、一番抵抗感がない1っていう状態なんですね。これ4段階調整可能で、座面の下右側にね、ノブがあるので、それを回していくとね、硬くなっていきます。今2にしてみました。2だとそこそこね、この抵抗感が感じられて結構ちょうどいいかなと思ってます。僕がね、実際使うときはずっとね、2番で使うんじゃないかなと思いますね。で、3番にすると、こんな感じ。結構ぐっと寄りかかっても、もう後ろまではね、倒りきらないぐらいの反発力になりますね。で、4番にするとですね、こんな感じ。もう全力でね、体重かけると、ぐーっともうちょっといくんですけど、普通に寄りかかったぐらいでは、もうこんな感じです。ロックしてんじゃないかぐらいね、結構硬くなりますね。はい、その次が座面の前後のスライド。座面の両側にスイッチがついてるんですよ。これを上に持ち上げながら力をかけるとね、こんな感じでスライドすることができます。ちょっと体格の大きい人だと前の方に出してあげたり、小柄な方とか背もたれにしっかり寄りかかりたいという方はね、これ奥にしてあげるといいと思います。はい、続いてアームレストについて、もちろんこれもね、細かく調整可能で、下についてるボタンを押しながら持ち上げると高さを出すことができますし、ボタンを押しながら下に押し下げると低めにして使うということもできます。で、もちろんそれだけじゃなくて、アームレストのね、前後のスライドもできますし、横のスライド、さらにこの角度調整っていうのもね、対応してるんですよ。結構自由度高めなので、思った通りの場所に行かないっていうことは、あんまりね、考えられないんじゃないかなと思いますね。あと上部の肘が当たる部分、これはね、ちょっとクッション性があるので、長時間ね、肘を乗せても痛くなりにくくなってます。で、表面の素材についてはですね、ちょっとつるっとして、硬いような感じ。押すとね、クッション性はあるんですけども、表面はね、かなりしっかりしていて丈夫そうですね。もちろん他のメーカーの椅子もこういう風にクッション性があるものほとんどなんですが、柔らかすぎてすぐ傷ついたりとか削れちゃったりするものもあるんですよ。コンテストセコンダのアームレストについてはね、その辺あんまり心配しなくて良さそうですね。はい、というわけで今回はこちら、岡村コンテッサセコンダのご紹介でございました。決してね、安い買い物ではないんですけども、その分ね、すごく機能性が高いし、座り心地もいいと、これから長期間大切に使っていきたいなと思います。冒頭でも言ったんですけども、こちらコンテッサセコンダやデスク周りの愛用品をまとめた Amazon ストアフロントのリンク概要欄に載せてますので、ぜひね、そちらからチェックしてみてください。それでは次回の動画でまたお会いいたしましょう。バイバイ。